世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。今回も韓流の形状ですね、主人公側陣営の拠点となるステージ、戦闘とかもねちらほら起こったりする場所なんですけど、このエリアのマップ、フィールドの作成ですね、レベルデザイン、続きからやっていきたいと思います。あれからですね、いくつか手を加えまして、とりあえず今の現状がこんな感じですね。なんかこう天空の城ラピュタ的なね雰囲気になっちゃってるんですけど、実際はねこの島の周りにね水をね配置するんで、ラピュタ感はねもうちょっとマイルドになっていいかなと思います。今日はねその海の配置とかもねこの後やっていきたいと思います。で、中の方に進んでいきまして、このマップの一番目玉となるねランドマーク的存在、千抜に撃たれた竜っていうのがど真ん中にドーンと構えてるわけなんですけど、この竜に関してね前回の動画でかなりたくさんコメントをいただきました。多かった意見のいくつかをねちょっと反映させていってるところなんですけど、とりあえず竜の皮膚ですね、肌の疾患がアセットのまんまだとね本当に生きてるみたいな感じなので、それよりも石化魔法にかかったようなね最下層でバジリスクにね煙でブワーってやられた後に石化しますけれども、ああいう感じのイメージで岩っぽいね疾患にした方が雰囲気出るんじゃないかっていうことで、とりあえずねぶっ刺さってる岩と同じテクスチャーをね設定してみたんですけど、これがね結構個人的にはいい感じかなと思ったんで、一旦これでいってみようかなと思います。テクスチャーに関してはね自分で描けるわけでもないので、ずっと追求していくっていうことはねちょっと難しいんですけど、それ以上やる場合は専門のねデザイナーさんとかにお願いしてっていう感じになってくるのかなと思うんですけど、とりあえずね今回のこの疾患に関してもまた何かご意見とかあればねぜひコメント欄に書き込んでください。参考にねしたいと思います。続いてご指摘が多かったのがドラゴンのサイズ感ですね。もうちょっとでかい方がいいっていう声がねたくさんありました。確かになと思って、僕昔副業でドラゴンスレイヤーやってたんですけど、その時に討伐した竜のことをねちょっとね思い出してたんですよね。一般の方ってあんまご存知ないと思うんですけど、僕らドラゴンスレイヤー界隈ではねちょっと有名な竜も何体か討伐したことがあって、邪眼を持つ竜カラミットとかね、闇を食らう竜ミディールっていうやつらとかが、僕が倒した中では一番でかい功績かなっていう感じなんですけど、確かに、カラミットはまだしもミディールとかってもっとでかかったんですよね。今はねちょっと膝に矢を受けてしまって、もうドラゴンスレイヤーはやめてこうしてねゲーム制作をやってるわけなんですが、やっぱりゲームに竜を登場させる以上プレイヤーと戦わせたいっていう男心がやっぱあるんですよね。そうなってくると、例えばねコメントとかでもあった山とか大陸ぐらい巨大な方がいいっていうね声もあったんですけど、そこまで言ってくると面白い戦闘を作るっていうことがかなり難しくなりそうだったんで、プレイヤーとの戦闘っていうところを考えるとマックスでもミディールぐらいのサイズ感なのかなと思います。敵がね巨大になりすぎるとどうしても戦闘って大味になっちゃうんですよね。なんかドラゴンというより足と戦ってるみたいな、そんな感じの戦闘になりがちで、中でも一番うまいなって思ったのがダークソウル3の DLC 闇くらいのミディールですよね。あいつだけはちょっとまともに戦闘できてたかなっていう風に今でも思いますね。何が素晴らしいかって、このドラゴンの顔の目の前っていう一番怖い場所、逆に言うと最も絵的に映える場所ですね。そこにプレイヤーが立ちたくなるように仕向けられてるんですよね。顔面にしかロックオンできないこととか、顔のね肉質がめちゃくちゃ柔らかいっていうこと、あとは腹下とかに入ろうとすると逆にめちゃくちゃ戦いにくくなるように作られてるんですよね。だからこそこの顔の真ん前に主人公が立つっていう最も映える瞬間っていうのが、ボスを倒すまでにねずっと何度も訪れることになるんですよ。その場所にいるおかげでもう迫力のあるモーションがめちゃくちゃいいアングルで見れますし、そういった点で戦闘の作り方がめちゃくちゃうまいなっていう風に感じましたね。ということで、うちのドラゴンも最大でもミディールぐらいあってもいいのかなっていうことで、ちょっとねサイズをかなり大きめにしようかなと思います。それに合わせてねこの韓流の形状自体もかなり広くなると思うんで、現状ちょっとねこの辺りとかちょっと窮屈なところもあったんで、それも同時にね解消できるかなと思います。というわけでとりあえずね海を設置してみました。水面のねパラメーターとかちょっと初めていじったんで至らぬところがねあるかもしれないんですけど、遠目からね見る分にはいい感じになったんじゃないかなと思います。何かね気になる点とかもしあったらまたねコメントで教えてください。じゃあ続いて竜のサイズなんですけど、とりあえずちょっと竜だけ巨大化させてなんか値探っていきましょうか。こんな感じで、おおクソでけえな。なんか前回の動画でタッパとケツのでかい竜が好きって
とかね、調子乗ったことほざいちゃったんですけど、全然タッパ足りてなかったですね。というわけで、こいつのスケールが 5.9 だから、アセットでダウンロードした時の6倍のデカさだね。で前回の動画時点ですでに3倍の大きさにしてたんで、3倍から6倍になったっていうことで、かける2倍だね。現状のデカさから2倍したデカさがちょうど良さそうかなと思います。じゃあこれね、ちょっと多分失敗すると思うんだけど、ステージ全体をね、全選択して強制的に全てのオブジェクトをね、2倍にしてみたいと思います。ちょっとスケールの基準とかがずれちゃってると思うんで、多分このやり方だとね、いろいろガタが出てくると思うんだけど、おー、こんな感じと、なんかやべえな。巨人の城に忍び込んだ人間みたいな感じになってるね。ジャックと豆の木の空の上の城みたいなね。というわけで、一個一個ね、スケール、建物とかね、地形のスケール2倍にしながら、位置とかもね、ちゃんと更新していこうかなと思います。じゃあここからちょっと話脱線するんですけど、僕今週いっぱいちょっとね、睡眠時間を削って鉄仮面をかぶって燃える剣を背中に背負ってね、ちょっと世界を救う旅に出てたんですけど、それがめっちゃ面白かったんですよね。テイルズの話ですね。はい。僕テイルズシリーズね、実は全然ほとんどやったことなくて、大学生の時ね、ゲームセンターでバイトしてたんですけど、そこのね、先輩、めっちゃ仲良かったね、よくしてくれた先輩がいて、その人がね、書いてから、ちょっとこのゲームおもろいからやってみいひんっつって貸してくれたのが、テイルズ・オブ・ベスペリアか。ベスペリアとゼノギアスっていうなかなか渋いゲームをね2本貸してくれたんですよね。当時の僕ってダークソウル大好き大学生っていう感じだったんで、なんかいわゆるソウルシリーズのしっかりしたアクションベースの戦闘ってあるじゃないですか。あれこそがなんか思考みたいなちょっと変な排他的な思想に陥っちゃってて、当時はねちょっとあんまりどっちも楽しめなかったんですよね。確か両方ともね途中までプレイしてなんかまあ面白かったっすけどちょっと合わなかったっすわみたいな感じでね返しちゃったと思うんだけど、ベスペリアはね結構後半までやったんだよな。なんか最後の方で仲間になるお姉さん的なキャラ、やり使いだったから、なんか水着みたいな衣装着てるやり使いっぽいね大人のお姉さんみたいなキャラがいたんだけど、そいつが仲間になったところぐらいでなんかねちょっと起動しなくなっちゃって、それで返したっていう記憶がありますね。でも今作のアライズがなんか戦闘がすごい出来良かったよね。結構ね雑魚戦とかは割とコンボをねガンガン繋いでいってブーストストライクで気持ちよくなるみたいな、ちょっとあれかな、無双シリーズっぽい感じのゲームなのかなって思ってたら、第一章のボスね、ちょっとできるだけねクリティカルなネタバレは避ける方針で喋りますけど、もしかしたらちょっと軽めのネタバレぐらいしちゃうかもしれないんで、その軽いネタバレすら食らいたくないっていう人はねこの辺でブラウズバックお願いします。一章のボスねビエゾ、あいつのところでね親って思うわけですよ。こいつの攻撃痛すぎんか。難易度ノーマルでやっててもね普通に結構なんていうかねコンボゲーっぽくなくなってくるんですよね。どっちかというとモンハンとかダクソみたいなローリングでちゃんと回避して敵のモーションを見てねモーションを覚えてちゃんと回避して後付けに攻撃叩き込むみたいな、雑魚戦とボス戦で結構要求されることが変わってくるっていうね、なんというかね一粒で二度おいしいというかよくできた戦闘システムだなって思いましたね。あと全体的に演出が神がかってましたね。もうブーストストライクとかもそうだけど、動きを止める、息の根止めるとか、こっちこっちハンマーとかね、あの辺好きでしたね。はいとかなんとか言ってる間にねこんな感じになりましたと。かなり広々とした空間になりましたね。建物をね若干傾かせるとかは前回から引き続きっていう感じですね。あとは入り口から見た時のねシルエットですね。ちょっとひし形をイメージしてねかっこいい感じのシルエットになったんじゃないかなと思います。まだね細部でこう床がつながってないところとかねあったりするんで、その辺はね後々やっていくって感じですね。竜のサイズがかなりでかくなったんで建物とも接触してる部分もあえてねそのまま残そうかなっていう形で、こことかもね建物の上に翼が乗っちゃってるって感じですね。竜と建築物が一体化している感じをね出せたらいいかなっていう感じになっておりますと。なんかこう竜の体から植物とかがね木とかが生えててもいいかなって思ったりしてます。で今はねまだまだ汚いですけど、ここからねこの崩れた坂道から見える大海原がねめちゃくちゃ綺麗な感じ、ダクソ2のねマデューラみたいないい感じの眺めになればいいかなと思います。で今回はねこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。失礼します。